諸国百物語第29話豊後の国何がしの女房死骸を漆にて塗りたること豊後の国大分にある男がいた。この妻は17歳の評判の美人で大層仲睦まじい夫婦であった。男は常々床の中でお前がもし私より先に死んでしまっても二度と妻を持つようなことはしないよなどと言い交わしていたが、ある時妻は風邪をこじらせてついに虚しく死んでしまった。妻は死に際に夫に向けて、私を不憫にお思いなら土葬や火葬はしないでください。私のお腹を裂いて腹綿を取り出しお米を詰め込んで漆を14度塗り固めてください。そして表に持仏堂を建てて私をその中に入れて証拠を持たせ朝夕私の前に来て念仏を唱えてくださいねと言って息を引き取り虚しく亡くなったのである。男は遺言通りに女の腹を分け米を入れ漆で塗って持仏堂を建てて中に入れ、それから2年ばかり妻を持たずに念仏を唱えていたが、友人の無理な勧めもあって妻を取って再婚した。しかしこの妻、どうしたのか訳も言わずに、糸間をくださいとしきりに言ってくる。男はあれこれとなだめたが、ともかくあなたに寄り添ってこの家に住むことはできませんと言って実家に帰ってしまった。その後男は何人かの女を妻に迎えたが、皆同じようなことを言って帰ってしまうので、これはただごとではないと思い、様々に祈祷などを行い、また新しい妻を呼び迎えると、本当に祈祷が効いたのか、今度は5、60日ほど何事もなく過ぎていた。しかしある日の夜、男がよそに遊びに行ったので、妻は女房たちを集めて話に花を咲かせていたが、夜の10時頃になったとき、表の方から証拠の音が聞こえてきた。皆は不審に思い、話をやめて耳を澄ましていると、その音は次第に近づいてきて、奥の間の前までやってきた。皆は驚いて戸に鍵をかけ、身を縮めて息を潜めていたが、それは二間三間の戸をさらりと開けて、一つの戸を挟んだ向こう側から女の声で、ここを開けてと言った。しかし皆が恐ろしさのあまり声も出せずにいると、女は続けて、
ここを開けてくれないのであれば仕方がありません。この度は一旦帰ることにします。また参りますので、その時にはお話ししましょう。私が来たことは決して夫に話してはなりませんよ。もしも話してしまったら命はありません。と言ってまた将校を撃って帰っていった。あまりに凄まじいことで恐る恐る物の隙間から覗き見ると、頭からつま先まで全身真っ黒な将校を持った17、8の女が去っていくのが見えた。皆は恐れおののいて夫の帰りを待ちかねていたが、しばらくして夫が帰ってきてもその恐ろしい言葉を思い出して、その日の夜は何も話せずに、明くる日になってから、私たちに糸間をください、とだけ言った。夫は不審に思い、突然なぜそのようなことを言い出すのだ、と聞けば、しぶしぶ昨夜のありさまを語り出した。夫はこれを聞いて、それは狐の仕業であろうと言って意に介さず、皆がどうしても糸間をいただきたいのですというのをさまざまに言いくるめてなだめおいた。それから4、5日が過ぎた頃、夫はまたよそに出かけてしまった。その日の夜半ごろ、表の方から再び将子の音が聞こえてきて、それがどんどんと近づいてきた。皆が「あっ!」と悲鳴を上げて戸に鍵をかけると、女の声で「ここを開けろ、ここを開けろ」という。皆は恐れおののいたが、突然眠気に襲われて正気を失い、女房たちは不思議にも皆寝入ってしまった。しかし妻だけは眠らずにいたところ、それが二間三間の戸をさらりさらりと開けて入ってきたので、見てみれば真っ黒な女が身の丈ほども伸びた髪を揺さぶり下げて近づいてきた。そうして本妻をまじまじと見て、ああ、情けない。前に私が来たこと、あれほど夫に話すなと言ったのに、早くも話してしまうとは。思い出すたびに恨めしい。と言い終わるよりも早く飛びかかり、本妻の首をねじ切って帰っていった。夫もこれを聞きつけて家に戻って訪ねてみれば、女房たちは終始を語った。夫は驚いて持仏堂を開けてみれば、例の漆で塗り固めた真っ黒な女の前に、今の妻の首が転がっていた。夫は真っ黒な女に、なんと卑怯な女であるかと言って仏壇から引きずり下ろすと、
例の真っ黒なる女は目を見開いて夫の喉に食らいついた。夫もついには虚しくなくなったということである。この話はガズ百鬼夜行の塗り仏の書いてあらすじを紹介させていただいた話であるが、恐ろしいのは女の執念もさることながら、その呪術的な方法である。女は遺言で腹を裂いて米を詰め、漆で14度塗り固め、証拠を持たせてほしいと訴え、夫はその通りに実行している。米は命の源であり、漆は仏像などにも用いられ、そのお体が朽ちるのを防いでいる。証拠には邪気払いや供養を届ける意味があり、女は死後に新しい命を得て永遠の体を手に入れて、清らかに夫との約束を遂げようとしたのではないだろうか。そこに自分が悪霊になり果てることをみじんも感じてはいない。そうしてその思いを遂げたが、東洋思想では満月にあたる15や15という数字が完全なものとされ、それに一歩及ばない14という数字は不完全なものとされている。漆がもし15度塗り固められていたらと考えると、さらなる恐怖が湧き上がった。